これから Web クラスを利用するための各機能のご紹介をいたします。この動画では実際の利用と同じ操作で進めてまいります。各機能ごとのご紹介も YouTube にもございますので、特定の操作だけを確認したい場合は概要欄から確認をお願いいたします。Web クラスの概要についてご紹介いたします。Web クラスはインターネットを利用した授業支援システムです。教員が授業で使用する資料教材やテスト問題、レポートの課題などを作成し、採点も行えます。また、学生も Web クラスを開くことで、教員が作成した教材などをインターネット上で実施することができます。PC 以外にもスマートフォンやタブレットからも利用可能です。画面右のラングイッチをクリックすると、日本語と英語で表示を切り替えることができます。画面中央には管理者からのお知らせが表示されます。クリックして内容を確認できます。教員はこのお知らせを閲覧のみ可能です。画面の左にユーザー ID とパスワードを入力してログインをクリックします。Web クラスにログインすると、時間割表の画面が表示されます。この時間割表には担当するコースが表示されます。Web クラスでは授業をコースと呼び、時間割以外のコースはその他の欄に表示されます。可年度のコースや学期を切り替える場合は、表示する学期から選択できます。マニュアルタブをクリックすると、各種マニュアルやサンプルファイルがダウンロードできるページに移動します。手紙のマークからメッセージやお知らせを確認できます。メッセージやお知らせを作成したい場合は、各コースの中で作成できます。課題実施状況では、担当コースのテストやレポート、アンケート教材の学生の進捗状況が確認できます。学習記録ビューアのコース活動状況では、各コースのログイン状況や出席状況、教材の進捗状況などが確認できます。各学生の進捗状況も確認可能です。これらの機能を利用して効率的に授業を管理できます。これからコースにアクセスする手順をご案内します。まず、時間割表のコース名をクリックします。コースに入ると、作成した教材などが確認できます。初めてアクセスする際は教材がありません。教材を作成していくと一覧画面に教材が並びます。これから一覧画面のご紹介をいたします。画面最上部には Web クラスのマークがあります。こちらをクリックすると時間割の画面に戻れます。コース名をクリックすると一覧画面を再読み込みできます。画面上部にはメニューのタブがあり、クリックしてタブを開くと確認したい画面を選べます。画面の右上の手紙のマークをクリックするとメッセージとお知らせの画面が表示されます。ユーザー名をクリックするとマニュアルや Web クラスの FAQ のページに移動します。ここでも日本語と英語の言語切り替えが可能です。画面左側にはタイムラインがあります。タイムラインはコースメンバーに指示を出したり、簡単なテスト問題やアンケートなどの教材を簡易的に作成することができます。画面中央には作成した教材が一覧で並びます。これから資料教材を作成します。Web クラスでは、Web クラスに直接文章を入力して作成する資料教材と、自分のパソコンのファイルや動画ファイルなどをアップロードして表示する資料教材などを作成できます。また、設定によってはアップロードするファイルを学生に配布し、学生自身にダウンロードさせることも可能です。教材を作成するをクリックし、
作成したい教材の種類を選択します。今回は資料を選択します。資料を作成する際のオプション設定の画面が表示されますので、必須項目のタイトルにサンプル資料と入力します。作成中の資料を学生に公開したくない場合は、アクセス制限を教材一覧で非表示にするに変更してください。また、任意で日時制限なども設定できます。資料作成ページ編集をクリックすると、資料の編集画面へ移動します。この画面で資料のタイトルや内容、自分のファイルのアップロードなどを設定できます。学生にファイルを配布したい場合は、添付資料ファイルからアップロードします。今回は3つの資料を作成します。1つ目の資料では、Web クラスへ直接入力して資料を作成します。タイトル欄とテキスト欄に入力します。カーソルを近づけて、表示されたプラスボタンをクリックすると、テキストを見出しやリスト、テーブルなどに変更できます。リンクの URL を入力することもできます。入力が完了したら保存をクリックします。リンクの URL はクリックすると実際にリンク先にアクセスできます。以上で直接入力する資料は完成です。続いて2つ目の資料で自分のファイルをアップロードして表示する方法を紹介します。新しいページを追加をクリックし、2ページ目の作成ページが表示されます。自分のファイルをアップロードして Web クラスで表示する場合、取り込みファイルからファイルを選択をクリックし、アップロードしたいファイルを選択します。一度にアップロードできるファイルの大きさは 300MB までです。Word、Excel、PowerPoint のファイルは 20MB までです。ファイルを選択したら保存をクリックします。プレビュー画面でファイルの内容を確認します。3つ目の資料は2つ目の資料作成の操作で動画ファイルをアップロードします。新しいページを追加をクリックし、3ページ目の作成ページが表示されます。取り込みファイルからファイルを選択をクリックし、動画ファイルを選択します。保存をクリックすると、動画がストリーミング再生に自動で切り替わります。実際に再生して内容を確認できます。Web クラスへファイルをアップロードして表示させる方法は以上です。資料の作成を完了する場合は、変更を保存して終了をクリックします。作成した資料はまだ学生に公開していないため、教材名が灰色で表示されます。学生に公開したい場合は、教材名の3点から公開、非公開設定をクリックし、アクセス制限を教材一覧で表示するに変更して保存します。学生に公開されると、教材名が青色で表示されます。以上で資料教材の作成は完了です。続いてテスト問題の作成方法をご紹介いたします。Web クラスのテスト問題は選択式や記述式の問題だけでなく、マッチングや並び替えなどさまざまなスタイルの問題も用意されています。また、記述式とレポート提出以外の問題スタイルでは自動採点が行われるため、採点時間を大幅に短縮できます。教材一覧画面の画面右の教材を作成するをクリックし、作成したい教材の種類を選択します。今回はテストを選択します。テストを作成する際のオプション設定の画面が表示されます。必須項目のタイトルにサンプルテストと入力し、種別に学生が自己採点できる自習用を選択します。資料教材と同じく
作成中のテスト教材を完成まで学生に公開したくない場合は、アクセス制限を教材一覧で非表示にするに変更してください。また、任意でテスト教材に制限や問題の表示などの設定を変更できます。テスト作成、問題編集をクリックすると、テストの問題編集画面へ移動します。この画面で配点、問題文、問題スタイル、解説などを設定できます。画像や音声ファイルなどもアップロード可能です。配点、問題文、問題スタイル、解説を入力し、画面右の保存ボタンをクリックします。プレビューが表示されますので、内容を確認します。新しい問題を追加をクリックすると、続けて問題が作成できますが、今回は1問だけとします。変更を保存して終了を押すと、テストの作成は完了です。続いて、レポート課題の作成方法をご紹介いたします。学生に提出させたいレポートファイルを Web クラスで提出できます。また、Web クラス上で直接入力して提出も可能です。教材一覧画面から画面右の教材を作成するをクリックし、作成したい教材の種類を選択します。今回はレポートを選択します。レポートを作成する際のオプション設定の画面が表示されます。必須項目のタイトルにサンプルレポートと入力し、種別に採点結果を学生に公開するレポートを選択します。テスト問題と同じく作成するレポート課題にも日時制限や課題の表示などの設定ができます。テスト作成、問題編集をクリックすると、レポート課題の編集画面へ移動します。この画面で配点、課題文、課題スタイルなどを設定できます。採点にルーブリックを使用したり、学生がダウンロードできるファイルをアップロードできますので、教員がレポート用紙を用意することも可能です。配点、課題文、課題スタイルを入力し、画面右の保存ボタンをクリックします。プレビューが表示されるので内容を確認します。課題スタイルでは、デフォルトでレポート提出となっていますが、記述式に変更すると、学生は Web クラスで直接入力して提出できます。新しい問題を追加をクリックすると、続けて課題が作れますので、今度はルーブリックによる評価方法で作成します。新しい問題を追加をクリックし、配点のルーブリックを編集をクリックします。直接評価内容を入力するか、サンプルファイルをダウンロードして編集後に読み込ませる方法があります。学生が課題の回答時や結果を確認する際に、ルーブリックを表示するか設定できます。完了したら保存をクリックします。必要な項目を設定したら、保存を押してプレビューを確認します。これでルーブリックによる採点ができるようになります。レポート課題の作成は以上となりますので、変更を保存して終了でレポート課題が完成します。これからレポート課題の採点方法をご紹介いたします。作成した教材一覧画面のトップメニューの成績からレポート、記述式問題の採点をクリックし、採点を実施したいレポート課題を選択します。該当のレポートの未採点の答案からも採点画面を開くことができます。レポート採点では、提出した学生の一覧が表示され、未提出者をクリックすると、まだ提出していない学生を一覧で表示できます。氏名をクリックすると、メッセージ画面を呼び出すことができ、学生に提出を催促したい場合はスムーズに連絡できます。採点を行っていく中で、学生の人数が多い場合などは、
絞り込み条件からユーザーの ID や氏名、未採点の回答だけに絞り込んで表示できます。下にスクロールすると学生の提出したレポートや記述式の回答が確認できます。レポート名をクリックすると学生のレポートをダウンロードでき、PDF ファイルやテキストファイルの場合はプレビューで確認しながら採点できます。添削したファイルを学生に返却することも可能です。得点は直接入力するか候補から選択できます。コメントも入れることができ、定型文を設定することでどの課題の採点でも利用できます。CSV ファイルを使った一括採点もできます。手順は別動画をご覧ください。再提出を学生に指示することも可能で、期限の設定が必要な際はカレンダーから設定できます。保存をクリックすると採点が完了し、再提出が指示されていますと表示されている学生にはメッセージで再提出の連絡が通知されます。これから類似レポート検知機能についてご紹介いたします。類似レポート検知機能では、学生が提出したレポートを総当たりで比較し、類似度の高い順にスコアを表示します。また、この機能では基準となるテキストを設定して比較することも可能です。対象となるファイル形式は Word ファイル、PDF ファイル、テキストファイル、自由記述式回答です。利用方法は成績タブから類似レポート検知を選択します。次にテストやアンケート教材の回答から対象教材を選びます。学生同士のレポートを比較する場合は回答同士を相互比較にチェックを入れます。その後、文字数を設定し処理を開始するをクリックします。ジョブ一覧でジョブの状態が完了していれば結果を確認できます。結果は総当たりで比較され、それぞれのスコアが表示されます。差分表示をクリックすると一致する部分を確認できます。類似レポート検知機能のご紹介は以上となります。類似レポート検知機能を活用して学生のレポートの表説チェックを行ってください。これから一覧画面の整理方法をご紹介いたします。作成した教材を並び替えたり、ラベルを作成して整理することができます。ラベルは教材をまとめるための機能です。教材やラベルの並び順を変えたい場合は、画面右の教材並び替えラベル設定をクリックします。教材を移動したい位置にドラッグ&ドロップすることで並び替えが可能です。教材をまとめたい場合は、新しいラベルをクリックして新しいラベルを作成し、その中に教材を移動します。変更内容を保存するをクリックし、変更内容を保存します。以上で教材の整理方法のご紹介は終了です。ラベルを活用して画面の整理をお願いいたします。教員と学生の間でメッセージのやり取りが可能です。また、教員は複数の学生に同じメッセージを一括送信することもできます。受信したメッセージに返信することで、スムーズなコミュニケーションが図れます。新規でメッセージを送信する場合は、手紙のアイコンからメッセージ作成をクリックし、宛先、件名、メッセージを入力して送信します。宛先の指定はユーザリストから選ぶをクリックするとコース内メンバーが一覧表示されるのでチェックして選択します。必要に応じて添付ファイルからファイルを送ることも可能です。受信箱からメッセージの内容を確認し、返事を書くから返信ができます。以上でメッセージ機能は終了です。
これから成績画面についてご紹介いたします。Web クラスでは複数の成績画面が用意されています。成績一覧では学生が実施したテストやレポート課題の点数が確認できます。教材を複数回実施した場合、平均、最大、最小、合計得点に表示を切り替えることができます。絞り込み検索では学生や教材、集計期間での絞り込みが可能です。絞り込んだ状態で内容をダウンロードすることもできます。学生の点数をクリックすると詳細なデータが確認できます。また、必要に応じて学生の氏名をクリックするとメッセージ画面が表示され、スムーズに連絡を取ることができます。同じ内容を複数人に送る場合は、メール列で該当する学生にチェックを入れて、メールをクリックすると複数人を宛先に指定できます。進捗状況一覧では、教材の実施回数や実施した合計時間が確認できます。成績一覧と同様に、絞り込み検索や内容のダウンロード、メッセージ画面へのアクセスが可能です。アンケート結果の確認は、アンケートの3点から公開状況をクリックし、アンケート集計を選択します。棒グラフと円グラフで結果が表示されます。記述式アンケートの場合、回答一覧から匿名で学生の回答を確認できます。この内容を学生に公開もできます。詳細をクリックすると、どの学生がどの設問に回答したかが確認できます。なお、アンケートの種別がアンケート無記名式の場合、学生の氏名は表示されません。詳細の画面は成績タブのアンケート集計からも確認できます。以上で成績画面のご紹介は終了です。その他にも問題ごとや学生ごとに成績を確認できる画面もありますので、確認ください。これからタイムラインのご紹介をいたします。タイムラインは各授業に1つずつ用意されています。教員はタイムライン上に授業の指示を書き込んだり、教材以外でも学生に見せたいファイルをアップロードしたり、オンラインの URL を載せることができます。また、通常の教材作成より簡易的な教材を作成できます。簡易アンケートをクリッカーとして活用いただいたり、他にも簡易テスト、レポート課題、チャットルームなどを作成することも可能です。さらに、既存の教材をタイムライン上に表示することもでき、授業中に学生が迷わずに教材にアクセスできます。タイムラインに載せるおすすめの内容はこちらです。今日の授業の概要、授業の資料、授業の課題、授業の補足事項、オンラインの URL、Teams、Zoom、Google Meet など、すぐに実施してほしい教材、クリッカーとしてのアンケート。これからタイムラインの操作を行っていきます。まず、タイムラインのペンのマークをクリックします。書き込みから文字の入力やファイルのアップロードが可能です。教材の作成からは、タイムライン上に載せることができる教材の一覧が表示され、そこから教材を作成することができます。タイムラインで作成する教材は簡易的で即効性があります。Web クラスに慣れていない教員には、こちらの教材作成がおすすめです。ここでは、簡易アンケートの作成方法を説明します。簡易アンケートを作成するには、簡易アンケートを作成をクリックし、必要に応じてタイトルを変更します。質問内容や質問スタイルを決め、選択指数を設定し、新規作成をクリックします。これで教材が完成し、タイムライン上と教材一覧の両方に同じ教材が表示されます。同じ内容ですが、紛らわしい場合はタイムラインの教材を削除してください。タイムラインは
シンプルな操作で学生への指示や教材作成が行えます。ぜひご活用ください。これから Web クラスの出席についてご紹介いたします。Web クラスで授業の出席の作成及び管理ができます。学生は Web クラスにアクセスして出席を送信できます。また、出席にはパスワードを設定することも可能です。出席タブをクリックし、設定ログの確認を選択します。Web クラスでは、各授業ごとに日付と開始時間を設定した出席のコマを作成できます。出席基本設定では、授業日の下のカレンダーアイコンをクリックしてカレンダーを表示させ、授業が開講される日付を選択します。複数の日付を選択することも可能です。選択した日付はカレンダーアイコンの横に表示されます。次に、出席を実施できる開始日時を設定します。この間に出席を送信した学生は出席となります。その後、出席開始から何分間の間に出席を送信した学生を出席とみなすかを設定します。また、その後何分間の間に送信した学生を遅刻とみなすかも設定できます。遅刻の設定時間を過ぎると出席が実施できなくなり、欠席扱いとなります。出席基本設定が完了したら、授業コマを作成するをクリックすると、授業コマ一覧に作成した出席の授業コマが表示されます。これで出席の作成は完了です。出席の公開設定を変更したい場合は、変更するをクリックします。日付などの変更が可能で、内容を変更したら、公開するをクリックして完了します。編集をクリックすると、出席の実行回数を変更できます。デフォルトでは実施回数は1回に設定されています。変更後は、変更を保存して終了をクリックします。各出席コマの学生のステータスを一覧で確認したい場合は、出席タブの出席状況一覧修正から確認できます。学生の名前をクリック、またはチェックボックスを選択してメールをクリックすると、学生の宛先が入ったメッセージ画面が表示され、すぐに連絡することができます。学生の出席ステータスを変更するには、出席コマの日付をクリックしてステータスの編集画面へ移動します。ステータスの変更と修正理由やコメントを入力し、出席データを修正するをクリックすると更新されます。出席のご紹介は以上です。作成した教材に公開期間などの設定をしている場合、実際に学生からどう見えているかを確認できます。メニュー上部の学生としてログインするタブをクリックすると、教員の画面が一時的に学生の利用する画面に切り替わります。教員は実際の学生と同じ操作を実施できます。実際の学生の画面での表示が気になる場合は、学生モードで確認しましょう。これから教材の削除やコピー、バックアップについてご紹介いたします。作成した教材は削除したり、同じコースや別のコースにコピーしたり、手元の環境にバックアップとしてエクスポートすることができます。作成した教材を削除する場合は、教材にチェックを入れて、削除をクリックします。一度に複数の教材を削除することもできます。削除して問題がないかどうかのメッセージが表示されますので、問題がない場合は、削除をクリックしてください。画面上部に教材を削除しましたと表示されます。以上で教材の削除は完了です。教材を削除すると、学生の教材の実行履歴も削除されます。教材を削除する前に、コース管理からバックアップレストア
で学生の履歴もバックアップしておくことをお勧めします。教材をコピーする場合は、教材にチェックを入れてコピーをクリックします。コピーも一度に複数の教材をコピーすることもできます。問題がないかどうかのメッセージが表示されますので、問題がない場合は OK をクリックしてください。画面上部に教材のコピーが作成されましたと表示されます。コピーした教材は教材名の先頭にコピー1がつきます。教材名を変更する場合は3点から設定をクリックします。タイトルを変更し、変更を保存して終了をクリックします。以上で教材のコピーは完了です。別のコースに教材をコピーすることができますので、次年度のコースなどに同じ教材を利用したい場合に便利です。教材を別のコースにコピーする場合は、教材にチェックを入れて、別コースにコピーをクリックします。一度に複数の教材をコピーすることもできます。ドロップダウンからコピー先のコースを選択します。画面上部に教材のコピーが作成されましたと表示され、コピー先のコース名が表示されます。教材をコピーしたコースを確認します。以上で別コースへの教材のコピーは完了です。作成した教材をエクスポートする場合は、教材にチェックを入れてエクスポートをクリックします。一度に複数の教材をまとめてエクスポートすることもできます。確認のメッセージが表示されますので、問題がない場合は OK をクリックしてください。教材はご自身の環境にダウンロードされます。エクスポートした教材をインポートする場合は、教材を作成するをクリックし、既存の教材から作成のインポートを選択します。ファイルを選択し、エクスポートした教材ファイルを読み込みます。取り込みが完了すると、教材の一覧画面に表示されます。以上でインポートは完了です。以上をもちまして、Web クラスの各機能のご説明を終了いたします。Web クラスを利用して、授業をより円滑に進めてください。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。